こんにちは。クレヨンです。秋の秩父長瀞旅行2日目のお昼過ぎ。美濃山公園の散策で、綺麗な秋の景色を満喫した余韻に浸りながら、車を走らせています。続いて向かうのは、美濃山公園から30キロほど移動した場所にある、秩父ジオグラビティパークという施設です。こちらの施設では山あいの地形を利用して、いろいろアクティビティを提供しているのですが、どれもスリル満点なものばかりです。今回はその中でも一番スリリングなアクティビティに初チャレンジしていきたいと思います。体験場所に到着しましたが、駐車場は少し離れた場所にある模様です。マップに書かれている駐車場に移動します。橋から施設が見えました。ワクワクが高まっていきます。橋を渡った先に駐車場看板を発見。車を止めたら、先ほどの施設まで戻ります。ネットで事前予約しておいたので、受付して手続きを進めていきますが、こちらで体験するアクティビティはこちらです。実は以前からやってみたかったバンジー。秩父の観光地を探していたところ、ここを発見し、思わず予約してしまいました。前の人がダイブするところを見てワクワクしていると、いよいよダイブするポイントへ移動する順番です。すっかすかに隙間の空いた橋を渡りますが、これだけでもスリル満点で楽しい。ちなみに料金は初回14,000円と、料金もスリル満点。ただ同日であれば、2回目からは1ジャンプ5,000円でおかわりができる、とてもお得なシステムになっています。さらに進むと、視界を遮っていた下の木々もなくなり、より高さを感じられる景色になります。この時点で楽しすぎて、何かニヤニヤが止まりません。景色を楽しみながら歩いているうちに、ステージに到着しました。雲一つなく空気も澄んでいるので、橋の真ん中から見る景色もとても綺麗です。ステージに移動して少し待機していると、いよいよ自分が飛ぶ順番が回ってきました。ステージの縁まで移動すると、テレビ画面の向こうによく見ていた景色が、自分の目の前に広がります。これから飛び込む未体験ゾーンへの期待で、アドレナリンが全開です。はい、3、2、1。うわ、いってらっしゃい。いってらっしゃい。うわ落下という今まで味わったことのない感覚。とんでもなくスリリングでめちゃくちゃ興奮する体験になりました。他では絶対味わうことのできないこの感覚は健康なうちにしかチャレンジできないので、興味のある方は早めに行くことをお勧めします。ジャンプの後に巻き上げられながら、これまたなかなか体験できないポイントから景色を楽しみますが、ジャンプ後の爽快感もあってか、景色がより綺麗に感じたような気がしました。
ちなみにこちらが、キャニオンスイングという、ブランコタイプのアクティビティ。いわゆるハイジのブランコですね。こちらは2人乗りもできるタイプで、これはこれでなかなか楽しそうでした。これは怖いよね。いや怖いよ普通に。これ2往復目くらい。こちらはハーネスの付け外しをした待機所です。記念のお土産もいろいろ売っていました。今回の動画でも使用したジャンプシーンの動画データは購入可能。スマホがあれば1000円でデータを持ち帰れます。最後にボードに記念の一言を書き込み、最高に楽しいアクティビティスポットを後にしました。時間はすでに夕方近く。この後はまずお風呂に入ろうと、道の駅、両上温泉薬師の湯に向かいます。こちらの温泉で、まずはゆっくりしてきます。こちらの温泉は、大人700円。こじんまりとした静かな温泉で、混雑もなく、のんびりと温まることができました。他にはちょっとしたお土産売り場や、食堂も併設されているようでした。お風呂の後はベイシアに行って、この日の夕食の買い出し。またもや、お惣菜コーナーメニューで、手抜き簡単晩酌を楽しみました。おはようございます。こちらは一泊お世話になった、道の駅小川町です。本日も道の駅名物で朝食にしようと、美味しそうな食べ物を探しに行きます。こちらは食堂のメニューですね。食堂は10時営業開始なので、今日は時間的に食べられませんが、魅力的で美味しそうなメニューが並んでいます。こちらの道の駅は2025年5月にリニューアルオープンした新しい店舗なので、売り場がとても広々としていて品数たっぷり。見て回るだけでもとても楽しい道の駅です。店内を一通り徘徊して物色完了。いろんな種類のあんパンとネギパンが売りのパン屋が気になったので、こちらで朝食を購入。さらに美味しそうな芋けんぴと、初めて見た温かいみたらし団子を購入しました。熱々のみたらしが滴り落ちて、見た目からしてうまそうです。車に戻る途中でこんな面白そうなのを発見。トゥクトゥクで周辺をのんびり観光なんて、すごい楽しそうですね。車に戻ったら早速朝食をいただきます。まずは、あったかみたらし団子から。団子が柔らかくてもっちもち。普段食べる団子とは全然違う食感で、
このソフトな感触がとても好みな感じです。みたらしは熱々なので香りが立ってるし、甘みも強く感じられてとても美味しい。とても癖になりそうなみたらし団子でした。続いては、ご存知、深谷名物のネギを使ったご当地メニュー、ネギパンです。袋から出した瞬間にネギの香りが広がります。ちぎって食べようとしましたが、真ん中にそのまんまのネギが入っていて無理でした。かぶりついて前歯で切るのも難しかったので、今度食べられる方はご注意してください。ネギと甘辛味噌の間違いない組み合わせなので、食べづらさに目をつぶれば美味しくておすすめです。続いては、あんバターサンド。大好きな粒あんに大きめのバター、そしてパックマンみたいな可愛いフォルムが好印象です。予想通りの美味しさです。パンはふかふかで軽め。あんこの程よい甘さとバターの塩気が絶妙で、ペロッといけてしまいます。その後もコーヒー飲みつつ、残りのパンを続けざまに実食。割った感じからふかふかもっちりのミニ食パンは、ちょっと食べるには最高のサイズ感です。何もつけずにそのまま食べましたが、ふかふかの食感と小麦の素朴な甘さで、小さくてもちゃんとした食パンの味わいです。こちらのホイップあんパンは、中にホイップと粒あんがぎっしりと詰まっていて、手で割ると、甘いもの好きにはたまらない絵面になります。お味は期待を裏切らない程よい甘さ。コーヒーを飲みながら楽しむには、最高に合うパンでした。パンを食べた後は、芋けんぴを少しだけ。手間をかけて丁寧に蜜を絡められているのか、カリカリに揚がった芋すべてがツヤツヤです。おかげでどこを食べても程よい甘じょっぱさ。ポリポリとした良い食感と相まって、ついついつまんでしまう感じ。気をつけないと延々と口に運んでしまうやつでした。芋けんぴをちょっとつまんでいたら、外売店がオープンする時間になりました。この時間を待っていたのですが理由はこちら。こちらのミニみたらし団子ソフトを買うため。こちらの大筒みたらしも楽しそうなのですが、さすがに腹パンなので、次回のお楽しみにさせてもらいました。ソフトクリームの乗せ方が独特で、見た目も可愛らしいです。車に戻って早速いただきます。ソフトクリームはミルクの風味が濃厚で、後味までしっかり残る感じです。ソフトクリームだけでも美味しいですが、これにみたらしを加えるとまた一味違った感じです。みたらしの甘じょっぱさとミルクの濃厚な風味がとてもマッチして、一気にはスイーツの雰囲気に早変わり。小さくて可愛らしい団子はねじれば2つに分けて食べられます。みたらしとソフトクリームをしっかり絡めて食べると最高です。ひんやりもちっとした団子の食感が加わると、口の中が幸せでいっぱいになります。パン、芋けんぴ、ソフトクリームと、道の駅小川町の美味しいメニューで、とても充実した朝食となりました。最後に、道の駅の敷地にある、紙すきの伝統工芸館を少し見学します。まず、こちらは和紙の展示室。和紙の特徴や歴史に関すること。
和紙の製法などを展示物で学ぶことができます。こちらは和紙の工房。和紙作りの様子を見学でき、有料ですが紙すき体験をすることも可能。こんな素敵なオリジナル作品を作ることができるようです。そして売店も併設。いろいろな種類の加工前の和紙から、お土産にも良さそうなたくさんの和紙製品が売っていました。道の駅大川町を後にして、続いて向かうのは嵐山渓谷。比較的街中から近い場所にあるこちらの景勝地で、秋の秩父長瀞旅、最後の景色を楽しんでいきます。到着したのは、嵐山渓谷の遠山口観光駐車場。駐車料金は無料でトイレもあるので、とてもありがたい。この日は平日月曜日でしたが、思ったより止まっている車が多くてびっくりしました。渓谷周辺は遊歩道が整備されていて、どこもとても歩きやすい感じでした。しかも、ただ一本道が続いているだけでなく、何箇所かで枝分かれしており、気分によっていろいろ寄り道できる感じです。こんな感じで木々の間をのんびり歩くのはもちろん、水の音を感じながら川沿いを歩いたり、飛び石を楽しみながら川を渡ったり、小高い山を登ったり、自分好みのルートを歩いて楽しめる遊歩道になっていました。紅葉を楽しめるポイントもあちらこちらにあるので、いろいろと寄り道しながら散歩と景色を楽しむと良いかもしれません。
2泊3日で楽しんだ秋の秩父長瀞の旅もこれで終了。ゆったり景色を眺めるスローな過ごし方から、とても刺激的なバンジー体験まで、バラエティ豊かな時間を過ごすことができました。東京からもそれほど遠くない場所で、いろいろな体験を満喫できる秩父長瀞、とてもおすすめの観光スポットでした。最後に東松山焼き鳥を寄り道して購入。帰りの車内でも埼玉グルメを満喫して、食もたっぷり楽しんだ3日間になりました。